このマー油、ニンニク焦がし油、俺の塩ラーメンにマー油かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて美味しい。大倉何台とかだろう。めっちゃ美味しいですよ。今ラルス上上がってる。この時期に来るなんて普通考えられないんで、毎年あるんですけど、絶対に本当に。このマー油、ニンニク焦がし油とラードで揚げてます。こうやって作ってやってます。冷めた人はまだ熱いですけどね。あとはもう混ぜるだけ。週に何回ぐらいこの作業をされるんですか？1回2回、あと物産で入ればほぼ毎日ミキサーと混ぜてやるんですけど、すぐ使えないんですよ。ちょっと寝かしてで温め直すじゃないですか。やってで下に余計な沈殿物っていうか濃すぎる部分でザラザラしたのそれ取り除いて上澄みのいいとこだけ使うんで、背脂みんな温めて出しますけど、僕こんな感じで背脂潰すんですよね。自分で作ってでスープに直前に合わせるんですよ、風味を出すために。ああいう感じ。名前の由来ってあるんですか？僕ナスって言うんですけど、あとトラが好きなんですよ、昔から。うちの息子も長男がタイガー、次男がトライっていう娘がいて、娘はさすがにトラコじゃないですけど長距離の運転手を何年もやってる。運転手やってる時にいずれはラーメン屋か居酒屋を開業したいなとか考えながらいろいろ妄想して走ってたんです。いろいろ考えたんですけど、偶然に思いついたんですよね。本当思いつきです。七つ星ですけど、地元のお米屋さんで二十何年前は北海道の米一回も使ったことがなかったんですよ。コシヒカリじゃなくてサザン錦が好きで、サザン錦ばっかりすっごい高いの使ったんですけど、ずっと買ったお米屋さんが廃業して辞める時にいろいろ聞いて調べたりしたら、北海道の米が特に富良野の米がうまくなってるんですよね。20年前とはもう違うぐらい。このお米屋さん紹介してもらって食べたらね、めちゃくちゃ美味しいです。おいくつなんですか？今27ですね。さっきの豚丼のタレと同じなんですよ。そうだ。他にも使ってる。綺麗ねだ。チャーハンの上に1枚チャーシュー乗っかって、その上にエビ乗っけてるんですよね。海鮮チャーシューチャーハンみたいな感じの。この殻は何か使うんですか？乾燥して細かく砕いてエビラーメンみたいな限定ラーメンを結構出すとこがあって、物産展でそれのための仕込みをします。富良野では三日月食堂ってしてます。もうやめちゃったんですけど、すごい伝説みたいな店があるんですよ。味的にははっきり言って北方ラーメンみたいなこの辺の郷土の味だったんで、サバが効いて血油がバチンと効いたようなラーメンでやっぱりうまかったんですよね。それをずっと頭に残ってて、僕も店開けて負けたくないじゃないですか。何とか食い込んでやろうと思って
要は豚骨サバ合わせて、今でいう濃厚魚介豚骨、そんな言葉もなかったですけど、20何年前自分ででっかくし買ってきて天日で干して揉んでカラカラにしてミキサーで細かくやってかけてるうちにあんなことやってるとこなかったんですよ。県も全国に多分なくて、漁村系っていう言葉ができたんですよ。だんだんちょっと知られるようになってきて、今もう当たり前じゃないですか。北海道で今来てるのは家系とか綺麗系の中華そば、北海道すごいんですよ。綺麗なスープで上にこうチー油か油垂らしてみたいな、そういう時代になってきましたね。本当の上倉山さん、これは本当にうまいです。ただめちゃくちゃ高いですけど、昔よりも倍ぐらいです、値段が。うち手切りなんですけど、今スライサーとかで大体抜き切るんですよね。あれで切ると舌触りとか食感が全然違うんですよ。もったいないっていうか、ちゃんと研いだ包丁とかで手切りでやるとまずドリップが出ないんですよ。なんかつるんとした感じ、表面のザラつきがなくて焼いた時に食べても美味しい。これね、本当にうまいですよ。チー油の塩ラーメンです。うまいですよ。これ味の素じゃないんで。入ってるね。
地元の方ですか？東京出張で来てて、塩ラーメンで黒いってあんまりないじゃないですか。美味しかったです。つけ醤油に品です。砂そばと焦げ塩です。はい。失礼します。焦げ塩です。砂そばです。ありがとうございます。これ背脂醤油ですか？焦げ塩、味玉をそれぞれご自分で。焦げ塩卵と塩パスタついてて。鎌さんなんですけど、鎌さんオープン何台と車なんかいやわかんないけど車です。なんかラルスの上上がってる。トイレかな。日本のラーメンそういった意味では6人になるんですけど。僕もともとトラックの長距離の運転手やってたんで、九州のラーメン好きだったんですよ。焦げ塩ってやつはあの当時福岡とか久留米でしか周りってやってなかったはずなんですけど、店暇だった時に最初の頃開けて2年ぐらいかな、俺の塩ラーメンに前かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて、そしたら北海道でドンと湧いたんですよ。で行列できるようになって、北海道結構今マー油出すとこ多いんですよね。ステークは私よりも2番線。
就刚刚吧。品大焦げ。麺伸ばしうまいんだよね。地元の方ですか？旭川から私は初めてで、この人はなんかおすすめのメニューってあります？最初食べた時担々麺食べたんですよ。めちゃめちゃうまかったです。普段辛味噌とかよく食べるんですけど、こういう変わり種食べたことなくて、めっちゃ美味しいなと思いました。担々です。それおいしい。美味しい美味しい美味しい。おいしい。チリパウダーとトマトと入れてよく食べてくれるんですよね。シナラーメン。シナラーメン。将来いつ継ぐんですか？ここまでしたら作ります。人付き合いが今すごい楽しくて、製麺所の人間と結構協力してもらってるんですよね。うちのばあちゃんも食堂やってて、妹いるんですけど、妹今まだ高校生でなんか継ぎたいと言ってたんで、3兄弟で下2人いて、弟は弟で今日光で調理やってるんで、みんなそれぞれ味とかも継続しながら地元のお客さんとかにも認められるようにという感じですけど、頑張ろうと思ってますけどなかなか一日ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。はい